嬉しいことはいつだってファンと分かち合ってきた。この夜に控えていたのはとある重大発表。もう本当に最後で発表もあるし、でもパフォーマンスはパフォーマンスで充実していきましょう。はい、レッツゴー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 。普段と変わらないルーティーンで平常心を保つ。左が12345678910123456789123456789声出しファンにとってそれはまさにサプライズだった。韓国でデビューする。の皆さん、韓国デビューです。ここまで来れたのは本当にの皆さん一人一人の力があったから、応援があったから、愛があったから、僕らが一つになって、ここまで来ることができました。僕たちはの皆さんとどこまでも羽ばたいていきたい。本当に3年間たくさん応援してくださった皆さんの応援と愛が力になって、また僕たちは大きくこうやって一歩を踏み出すことがこうやってできるようになりました。本当に今韓国デビューに向けてメンバー全員またアンダードスキーの時のようにもう本当に死ぬ気で全員頑張ってますので、本当にデビューした時にはもっともっと今よりもかっこいい姿を見せれるかなっていうふうに、思っております。の皆さん、僕たちと世界に行く準備できてますか？旅立つという感覚というよりは、また僕たちが人としてアーティストとして一歩一歩成長する姿を一緒に見守る、一緒に走り続ける、そんな考えでいてくれたら僕はすごく嬉しいと思います。なのでこれからも、の皆さんと一緒にいれたらいいなと思います。韓国デビューといってもジャパントゥグローバルということで、僕たちは、ここを拠点に活動していくんですけど、その中で、もっとたくさんの、の皆さん、そしてまだ会ったことない、会いに行けていないの皆さんも、楽しんでいただけるような、そんなこともたくさん準備していますので、楽しみにしていただきたいのと、個人的には、全世界のの皆さんに、韓国の音楽番組で1位を取って、そんな姿を早く見せたいなと思っています。&TEAMグローバルエンターテインメント企業HYBEの日本本社HYBEジャパンが3年前に初めて日本でプロデュースしたグループだ。以来その快進撃は目覚ましい。4月にリリースされたサードシングルはミリオンを達成。歌唱力はもちろん
まるで精悍な狼の群れのようなパフォーマンスは鋭く力強い。とはいえデビューからわずか3年での海外進出、突然の発表に驚きを隠せない。本当にちょっと感動しちゃってめちゃめちゃ泣きましたもう韓国だけじゃなくてもう世界中に羽ばたいていってほしいです。活躍してほしいです。はい、1位絶対取れます。運命の韓国デビューは10月28日だ。9人が世界進出を告げられた日から本番当日までリミットはおよそ100日。痛み、絆、そして涙。嵐のような激しい日々に密着した。&TEAMに密着取材がされたのは今回が初めて。メンバーの個性が際立っているのもグループの特徴だという。唯一の韓国出身メンバーウィジュ、心優しきリーダーだ。サブリーダーフーマはデイデイの曜日レギュラーも務めコメント力もある。若干横ってちょっと斜め前の方がかっこいい。パフォーマンスを仕切るのはグループ最年長ケイ。台湾出身のニコラスはファッションリーダーでもある。昨日ね見たらハイトーンボイスで楽曲を彩るユーマ。メンバー一の努力家とも言われるジョー。ハルアは&TEAMの可愛い担当だ。珍しいね。同じく弟組ムードメーカータキ。最年少マキは高い歌唱力でグループのボーカルをリードする。9人へ韓国デビューが言い渡されたのは世間に公表されるおよそ1ヶ月半前、7月下旬のこと。その直後に話を聞くことができた。こんにちは。お疲れ様です。よろしくお願いします。韓国デビューおめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか、率直に素直にまず韓国デビューということを聞いた時の感想は。一番はやっぱりびっくりしたのが一番で、なんか正直な気持ちは今っていう、なかなかそういうタイミングがなかったので、なんか韓国デビューはしないのかなっていうなんか気持ちでいって、なんか今のタイミングで韓国デビューしますって聞いた時は今なんだっていう意味でなんかこうびっくりしましたね。聞いた時は正直驚きでしたね。今年4月にサードシングルの「Going Blind」でこう日本でこうカムバックしたんですけど、なので次もこう日本でこう何かを出すんじゃないかとかいろいろ自分の中でも考えてたので、本当に最初聞いた時はこのタイミングなんだっていうのを最初思いました。こう僕らがまずは日本を中心に活動していくよって
会社の方から言われてたので、でそれを、今年はきっとそうなんだろうなっていう、なんとなく予想、僕自身も、メンバーも多分してたと思うので、急に韓国デビューしますって言われたので、今なんだっていう感じでしたね。やっぱりちょっとあんまりもう3年目ということでちょっと諦めかけてた部分が少しちょっと僕の中であって、でちょっといつ来るかなとか予想もしつつ、そんな日々が続いてて、今なんだって思って、でもやっぱり正直僕たちが望んできたことではあったので、すごい楽しみな気持ちもありつつ、ものすごいちょっと不安な気持ちが僕自身募ったんじゃないかなって思います。そうですね、不安ですよね。今まで僕たちのその韓国語バージョンとかを聞いて、発音がどうだとかっていう意見があったりもしたので、そこが今回どうなのかなっていう、思いはありましたけど、個人的な課題はライブかなっていうふうに思いますね。実際に僕たちが、韓国デビューして1位を取った時だったりだとか、どんどんライブをする機会がどんどん増えていくと思うので、もちろん僕たちの今の一つの武器でもあるんですけど、もっともっとそこを磨いていけたらなというふうに思います。正直聞いた瞬間は、するんだ今っていう感じでしたね。っていうのも昨年あたりから、少しずつ目に見える記録とかいろいろ達成もできて、少しずつ成長を感じている中でのまた全く別の挑戦、韓国デビューっていう挑戦なので、そういった部分ではまたこの日本とは全く別の市場にまた一から何か&ティームをスタートさせるような感覚だったので、もちろん一つのなんか目標として韓国デビューっていうのもありましたけど、それを実際にするってなって、ワクワクな気持ちもありましたけど、ちょっと不安だったり、やっぱ心配の気持ちもすごく大きかったかなっていうふうに思います。僕は楽しさ100、楽しみ100、不安200って感じです。不安の方が大きい？めちゃくちゃ大きいですね。最初聞いた時はもちろん今結果も徐々に目に見えてはきているんですけど、若干正直な話ちょっと足元もグラグラしてるイメージで、まだ僕たちの&ティームの曲を大衆の方に知ってもらえてるかっていったらそうじゃない状況で、異国で挑戦っていうのがこのタイミングでいいのかっていう不安もありつつ、楽しみもありつつって感じです。そうですね。でもみんな頑張ってその顔に見せないようにしてるんですけど、でも多分僕と一緒ですね。その不安とか期待とか本当にいろいろな感情を混ぜて、その複雑な気分、多分僕と一緒だなと思います。期待の反面不安も拭えない。都内某所にあるハイブジャパンの練習施設。戸惑いを抱えつつ日々のレッスンは続いていた。そこへ。お疲れ様です。はい。じゃあ今日ちょっとお話があるので、少し時間を取っていただいたので、ちょっと私の方からお話しさせていただければと思います。ちょっと座ってお話ししましょうか。はい。ヒョンロック代表は金融業界などを経てハイブに入社し、日本本社の成長を牽引してきた人物。
海を渡り挑戦することの難しさを熟知するからこそメンバーへ伝えたいことがあった。この前韓国デビューのお話しして、多分びっくりした部分もあると思うし、おのおのがこれから何をしていくかっていうのを考えた時間でもあるとは思うんですけど、改めてちょっと僕の方から今回の韓国デビューって何を目指していて、で我々はそれをもって次にどういうことを考えているのかっていうのを皆さんの方にちょっと話したくて今日時間をいただきました。9人の表情に緊張が走る。&TEAMは、日本で生まれてで世界に向けてジャパントゥグローバルを目指していくチームとしてHYBEジャパンの方で初めてプロデュースしたチームです。でそうするとジャパントゥグローバルって何っていうところからまずだと思うんですよね。何をもってジャパントゥグローバルって言うんだろうと。日本語を使い日本語で歌い、日本で生まれたが、でもジャパントゥグローバルまたはビヨンドジャパンって言った時に日本を超えるっていうと、まず我々が一番最初にやらなきゃいけないと思ったのは、日本で国民的なアーティストというか日本で愛されるアーティストになるのがまずそのスタートラインだったと思うんですよね。日本で知ってる人がいない中でのグローバル、これももちろん考え方としてはある。ただ我々が本当に日本のいいもの、または日本のカルチャー、または日本の音楽、または日本のアーティストとして世界に向けて発信していくためには、日本で愛されて、それがそのまま海外でも愛されて、それが本当のジャパントゥグローバルだというふうに僕は思ってます。今年3年目本当にいろいろありましたよね。特に1年間、去年の1年間に関しては我々は日本に特にお茶の間だったりいろんな場面の日本の方々に&TEAMを知ってもらうと、または好きになってもらうというような活動をかなり時間をかけて力を入れてやってきました。それはいわゆる K-POP ファンという方々だけじゃなくて、本当に&TEAMが日本でいろんな方々に愛されるために我々がチャレンジをしたことです。で今年ついに我々はゴーインブラインドで一つ、ミリオン認定という形の、ミリオン認定という形の一つのなんですかね、一つのゴールというか一つの目標をついに我々は達成することができました。もちろんじゃあミリオンアーティストだからといってそれが国民的アーティストかっていうと、それだけで不十分という方々がいるかもしれない。ただ少なくても私は&TEAMが次のステップとしてもう少しグローバルの市場にチャレンジしていくような、そのような我々の中での自信とそれなりの実績っていうものを日本国内で作ることができたというふうに僕は思ってます。で今回我々は韓国デビューっていう形で韓国アルバムを作ってK-POP の本場と言われている韓国の市場にチャレンジャーとして本当に新しい挑戦者として挑んでいくんですけれども、この意味っていうのを改めて皆さんと共有したいというふうに思いました。韓国デビューって言ってるけれども、そこで活動する部分に関しては世界中の K-POP ファンが全て我々をもう一回何ですかね、厳しい目で言うと本当に実力だったりまたは魅力っていうものを実際に見られるような、そういう挑戦の場だというのを改めて認識してほしいというふうに思ってます。韓国だけじゃない東南アジア、アメリカ、ヨーロッパの全てのファンが今回韓国アルバムを出すことで、もちろん我々これまでも韓国での活動をコリアンバージョンという形でやってきました。ただ今回みたいに本当になんとかバージョンでなく韓国のアルバムで韓国で勝負すると、これまで見ていたK-POP ファン、グローバルの K-POP ファンたちに関しても改めて&TEAMって何という真剣な目で我々のことを見るでしょうと。そこに我々はしっかりと日本でこれまで培ってきた実力、経験、実績をもとに日本で愛された&TEAMが世界においてもしっかり通用するぞと、好きになっていただけるぞというような爪痕を残していくことが必要です。
今回韓国デビューにおいて、非常に準備するものがこれまでより多いのはすでに皆さん伺ってると思います。それだけじゃないですよね。本当に韓国での例えばメディアへの韓国語の対応だったり語学だったり、またはその語学においてさらに日本のいろんな我々コンテンツの中に出演するためには、ちょっと日本の表現になりますけど韓国語でボケたり突っ込んだりまでできなきゃいけない。その中での現場でのコミュニケーション、または本当に実力、音楽全てのところにおいて非常にタフな準備をしなきゃいけないです。で我々は今回の韓国デビューを通じて世界中の K-POP ファンの方々に改めて日本から生まれて日本で人気のある日本でたくさん愛されている&TEAMが世界においてもかっこいいチーム、実力のあるチーム、魅力のあるチームとしてしっかり人気と実力を証明するっていうのが我々のミッションです。少なくとも我々は&TEAMという名を日本から生まれて世界に旅立つっていうそれを目指しているチームとしての爪痕をしっかり残すことが今回我々はターゲットとしてすることです。本当に世界中の人々が見ているし、これまでの韓国活動でやったとしてもその時見ているお客さんと今回皆さんを見る時のお客さんの目っていうのは間違いなくより厳しくより冷静に皆さんのことを皆さんは見られるということを認識して、本当に一つ一つの立ち振る舞いだったりまたは一つ一つの動作っていうにもしっかり魂を込めてやっていただきたいです。でもう一つやっぱり持っていただきたいのは、少なくても今回の挑戦権、もちろん数字が全てないかもしれないけどこれを作ってくれた我々のベース拠点である日本のファンの方々のこれまでの応援、または日本で中心で活動してきたにもかかわらず&TEAMを知ってもらって好きになってもらった海外のファンたちに感謝と謙虚な気持ちを必ず忘れないで今回の韓国デビューに挑んでほしいです。はい、会社も本当に今回真剣勝負っていうので相当いろんなやっぱり準備と覚悟をしてます。特に韓国でのデビューっていうところでいうと韓国ハイブっていうところも含めてでいうと本拠地のところで&TEAMをデビューさせるっていう意味で私自身も非常に緊張とプレッシャー、ただそこにおいての我々ならできるっていう期待が両方混ざった形で非常に何ですかね、怖いながらも期待もありっていう気持ちで今回挑んでます。我々の韓国デビューはこれまで誰も挑戦したことのない挑戦であり、我々の中でいうと一番の真剣勝負のところです。我々全員で私も皆さんもそしてスタッフ全員もワンチームになって同じ船に乗ってゴールまで迷わず突き進んでいければと思います。韓国デビューは世界デビューでもある。その重い言葉を一人一人がかみしめていた。僕も韓国デビューが決まってからすごくどこか落ち着かない感じがあって、ずっとそわそわしているような感じなんですけど、今日こうやって改めてお話を聞いて韓国デビューを必ず成功させて覚悟を見せれるような活動ができたらいいなっていうふうに思ってるので、本当に今まで一緒に進んできてくれたレネの皆さんのへの感謝と恩を忘れずにまた謙虚に一からスタートするつもりで今回の韓国デビュー成功させたいと思います。ジャパントゥグローバルっていう目標を聞いて、個人的にもこれから韓国デビューに向けて語学だったりとかダンスとかライブとかも全部もっともっとこれから自分の中でも見直さなきゃいけないなって思う部分もありますし、一つ一つのことを乗り越えていけたらいいなと思います。やっぱり本当に結構大変な決断だったとはすごく思うんですけど、それなりに
ぱりもちろんこれからもやることが増えると思いますし、やっぱりおっしゃっててくれた通りに世間から見える目っていうのも本当に180度本当変わってくるのかなって思うので、そうですね、僕的にはもっともっと上を目指してエンティームとしても行きたいなと思ってるので、やっぱすごいこの提案には本当賛成で、僕たちエンティーム全力で会社が本当サポートしてくださると思ってるので、僕たちもそれに応えつつ全力で頑張っていきたいなと思ってます。ジャパン2グローバルという言葉を胸に刻んで、ここでルネが日本の活動を中心にやってきた僕たちのことをずっと今までもそしてこれからも、支えてくださってきた、そして支えてくださるルネの皆さんに感謝をして、そして、会う機会が少ないにもかかわらずたくさん温かい応援をしてくださったグローバルの、ルネの皆さんにも感謝をしつつ、その感謝の気持ちを持ってまずは韓国に行って、で僕たちの実力を精一杯発揮して、本当にこう挑戦する気持ちで立ち向かっていければなと思いますし、また&TEAMのメンバー自身も成長するチャンスだと思うので、もう一段階かっこよくなって帰ってきたいと思います。プレッシャーとか緊張感がなんか感じてるんですけど、やっぱり僕たちグローバー全世界目指してるアーティストなので、これ次の段階だと思って、もっと頑張って僕たちの魅力もっとたくさんの人に伝えるならいいなと思って、そうですね、頑張りたいと思います。これから僕らは本当にデビュー当初に戻った気持ちで、本当に初心に戻る気持ちで本気でパフォーマンス部分はもちろん韓国語だったりそういうちっちゃいこともしっかりやっていかなきゃならないなって改めて感じさせられましたね。なので本当に新たなスタートじゃないですけど、本気でもう一回みんなで頑張れたらいいなって思います。本当に風磨君も言ってくれたんですけど、僕たちが最初デビューした時ぐらいの気持ち、本当にその熱量で本当にもう一度デビューするということで、グローバルに踏み出すということで、僕たちの夢を叶えるためにもっともっと練習して、この後ももっといろんな面で成長できたらなっていうふうに思います。やっぱりワンチームっていうのと、一つの船に乗ったっていうので、改めてこの僕たち&TEAMと会社側が同じ方向を向いて同じところを目指して向かってるっていうのが実感できたので、その気持ちを信じて今回の韓国デビューを期待してくださってるルネの皆さんもそうですし、本当にたくさんの方々がいらっしゃると思うので、その期待にしっかり応えていけるように、このグローバルに向けての第一歩をしっかり踏んでいきたいなと思います。もちろん僕は韓国で生まれて韓国で育ちましたけど、こうやって素敵な8人のメンバーと一緒にジャパン2グローバルっていう大きな目標に向かっていくのを光栄だと思って頑張りたいと思いますし、その一方である韓国デビューを絶対成功させたいと思います。頑張ります。代表はメンバーへのプレゼントも用意していた。やっぱりスタッフ全員で今回我々が達成したことを祝うっていうのは非常に意味のあることで、しかもジョーさんの手書きのものも入っていて、これ皆さんでもジョーって名前刻んで日本で成し得たことに誇りを持って世界へ挑め。小さなカップに大きなエールが込められていた。
もちろん全てのアーティストにおいて相対的なものではありますが、少なくても今回&TEAMが準備しなきゃいけないそのコンテンツの量っていうのは、これまで日本で活動してた時よりもかなり量が増えてきます。それは例えばでいうと曲数だったり、またはミュージックビデオの数、またはコンテンツ、非常にハードでタイトな状況になっています。何を成し遂げたら成功と考えていらっしゃいますか？いろんな成功の形があるんだと思います。それは何かしら記録、数字的なものもあるかもしれないし、または人の認知、またはその一人一人が持つイメージとか、いろんな形の成功があるというふうに思います。まず一番最初にやっぱりメンバーと一緒に今回やっていきたいのは、日本生まれのアーティストがしっかり韓国またはK-POP の世界中の K-POP ファンたちにしっかりアーティストとしてなんかどこの生まれとか K-POP なの J-POP なのってジャンルを全て飛び越えて、その方々がどんな言語で喋ろうがそのアーティストのことを好きになってもらう、そのアーティストの実力だったりまたは魅力に共感してもらう、そのような方々をたくさん増やす、そのような爪痕を残すことが一番の目標ではあります。ただ我々はやっぱりそれ以外にも今回いろんな形での目標として考えている部分たちがあります。もちろん夢は大きく持たなきゃいけないので、今回我々が曲数を考える時にも韓国で来年行われるゴールデンディスクの授賞式とかも含めて、もしかしたらっていう意味で我々はチャレンジするチャレンジャーなので、最初から夢を諦めたくはないので、その前提においてそのような受賞自体もやっぱり狙っていきたいですし、その他においてもいろんな我々がその数字で見えるようなところももちろんながら考えてはいきたいです。ただ大事なのは何かしらの数字だけを追いかけるのではなくて、実際にファンの方々に&TEAMって名前をしっかり心に刻んでもらって、また次に例えば日本でまたは韓国でアルバムを出したり活動した時にやっぱり温かい目で応援してもらえるっていうのが一番我々が大事にしたいことではあります。乗り越えるべき課題は少なくない。それはメンバー自身も自覚している。急にその韓国デビューに向けてめちゃめちゃいろいろ準備始めたりとか、レコーディングだとか振り付けだとかっていうのを準備する中で、曲も全部韓国語ですし、韓国語の曲に全く慣れてないってわけじゃないんですけど、やっぱり今まで日本語と英語だけでメインでやってきた中、それが韓国に変わったので、簡単ではなかったなっていうのありますね。でも簡単じゃないからうまくやらないんじゃなくて、よりうまくやりたいなっていう気持ちがありましたね。僕たちの制作の計画プランもいきなり変わったし、その分新しくレコーディングしなきゃいけない曲も多いし、これから準備しなきゃいけないのが盛りだくさん増えたので、なんか気持ち的にはもう今一番走ります覚悟を決めて、僕たちが今やってきたことが通じるのかだったり、これからまた本当言ったら違う世界に行くことになるので、そういう部分では本当に僕たちのパフォーマンスが通じるのか、もっとその魅力を伝えられるのかっていう部分で心配はありますね。具体的に何が不足してる、足りてないなって一個挙げるとするならば、ボーカルですね。ボーカル。そうですね。そして個人はラップとかなんか強めなそのボーカル好きなんですけど、でも高音もそのちゃんとできるようになりたいその気持ちもちゃんと持ってるので、今回はたくさん練習して克服したいですね。やっぱり韓国で活動する以上は韓国語の曲で歌うことが多分ほとんどになると思うので、そういう意味をすぐに理解しながらしっかりとそれに合った
こう表情だったり表現でこうパフォーマンスするっていうのがすごい大事になると思います。グローバルで活躍していく中でより僕らは音楽を通してたくさんのルーの皆さんをこう喜ばせたり元気にさせてあげなきゃいけない中で、ただこうビジュアルがいいとかダンスが上手いだけじゃなくてこう歌で自分の声でしっかり聴かせてあげなきゃいけないっていう課題は、多分もう一生続くと思うんですけど、改めて韓国デビューするにあたってより大きな課題なんじゃないかなって思います。パフォーマンスの面ではでもすごいみんなで話してはいるんですけど、ダンスとかだと率先してケイヒョンがこうダンスはこうした方がいいんじゃないかとか、みんなももちろん案を出しながらなんですけど、まとめてくれたりだとかしてくれてはいますね。それこそ1回目のデビューはこうできないことがあって、もうこうどこかちょっと優しく見てもらえるとは思うんですけど、2回目は僕たち3年目になってもう新人じゃなくて2回目のデビューということで、もう僕たちができないことは許されないというか、何でもできて当たり前なので、そういうところで僕たちが例えばバラエティに出たりだとか韓国語を普通に話せるだとか歌がうまいダンスがうまいのは当然だと思うので、そこら辺をもっと頑張っていきたいと思います。やっぱりこう今まであんまり見せれてこなかったような歌い方だったり、パートもそうですし、なんかこう韓国デビューをいざした時になんかこういつもの春和くんの感じだねっていう風にならなかったらいいなっていう風にすごく思っていて、なのでこう、そして韓国語っていう風にところでもあるので、そういった部分でまたこう自分が見せれてこなかったような声のトーンだったり歌い方っていうのはすごく研究しながら毎日こうレッスンもまたボーカルレッスンもたくさん受けて今一生懸命レコーディングに取り組んでる最中ですね。歌とダンスの実力を上げるのももちろんなんですけど、もうちょっとこう殻を破るのが一個ポイントかなと思ってて、なんかどこか今こうこういうネットの時代でいろんなことが言われる時代で、そこでなんかパフォーマンスとか表情とか、いい子でありたいとかルネとかファンの方が大衆が好きな自分でありたいってなりがちなのを、こう自分という存在を一番大きく見せれるのは自分しかいないので、自分らしく入れることをもっとこうメンバー9人が持って表現することができたら、それが歌とダンスにつながるんじゃないかなと思うので、個人的にはそういう表現力とか殻破ることを少し重きを置いています。8月11日、韓国ソウル。世界進出が告げられてから3週間後、それぞれの思いを胸に秘め、9人は K-POP の本番に降り立った。2ヶ月半後の韓国デビューに向けての準備が本格的にスタートする。早速向かったのはハイブ社屋にあるフィッティングルーム。 모양을 이제 또 예쁜 거. 그치, 여기가 좀 서 있어. 이거 한 번만 이런 거. 情報解禁前での特別な取材。多くが現時点で見せられないという。 근데 모자는 다 자른 거야. 근데 이거 현장에서 봐도 되는 거야? 이 사람 지나가시는. 개연 때문에요. 개연 때문에. 遊んでますこいつ。
こういうやつっす僕は。韓国語で末っ子という意味のマンネ組の滝が現場の空気を和らげる。さっきのやつありますよ。あんまりお前ダメだろ。何やってんの？一番シュールなやつ。やるなよ。本番に使うものだろ。そこへ最年長ケイが乗っかる。思いのほかにやろうよ。2人は&TEAM結成前から韓国でアーティストを目指し競い合い励まし合った旧知のコンビだ。あんまり自分で言わないの。終わったんすか？終わりました。超かっこいい感じで。癖ありで。손톱에다가 뭐 해? 어? 아, 귀엽네. 물어보시길. だが自分の番となれば真剣そのもの。服だけではなく爪の装飾までディテールをスタイリストと決めていく。やり取りは全て韓国語だ。 이렇게 레이어드 괜찮은데? 네, 너무 멋있는 것 같아요. あーこれでいつも寝てます。あ何時まで何時に寝たいんですもん。同じくマンネ組チーム最年少マキは飛行機移動でお疲れの様子。 난 저걸 사실 나시로 자르고 싶은데 그대로 나가네. 이놈잖아 이거야.韓国へ来てもメンバー同士のやり取りは意外なほど変わらない。カメラの前で持ち前の仲の良さを見せてくれた。いよいよ韓国デビューに向けた本格的な練習がスタート。しかし俺これですこっちからなんかほぼその場で 말했던 건 맞아. 이때 대형이 의주가 가는 게 좀 불편해서. 아 어디? 그거는 혹시 뭐 없어. 9人はこの後厳しい現実に直面する。韓国デビューまであと80日。